こんにちは、オートウエストエンドです。皆様いかがお過ごしでしょうか。こちらはバンクーバーからフェリーに乗って行くことができるバンクーバー島にあるコートニーという小さな町です。タコス屋さんに来ました。オーナーの方、車好きなんですね。それがにじみ出てるディスプレイ。この町、連休に行ったんですけども、ほとんどのお店が閉まって静かなところでした。はい。タコス食べてますが、それより皆さん大変お待たせしました。何ヶ月あげてなかったんですかね。もう仕事が忙しすぎて全然もう動画の編集の仕方も忘れるぐらいあげてませんでした。はい。ということで前回、BMW X5 の冷却水の漏れを直そうとしてそのパーツをね買ってたところでもうずっと動画パッタリ止まってましたが、その続きを今日は直す編をやっていきたいと思います。ギリギリにね止めてますが、はい。この地下駐車場、ちょっと今止めているフロント側に下向きに若干角度がついているので、輪止めはね後輪の前方につけました。そして今日は下に少しだけ潜るのでカースロープに加えてこのボトルジャッキで、念には念をということで少し、プラスで、支えておきます。ちなみにこの動画を撮影したのが2ヶ月半くらい前なので、今編集している段階ではこの修理からある程度時間が経っているということで、その現状も最後に報告したいと思います。いろいろばらしていきますので、バッテリーを、外して、そして今日のメニューとしましては冷却水を抜いて、そしてウォーターポンプに行くまでのパーツも全部取ってウォーターポンプを外し、そしてそこのウォーターポンプとエンジン奥の方につながっているヒーターリターンパイプ、そこの間から冷却水の漏れがありますので、そこの隙間を埋める作業をしていきたいと思います。なのでこれはBMW X5 あるあるというよりかはもう僕の個体に限ったあれかもしれません。故障かもしれません。これまでにウォーターポンプを交換したり外したりというのを何回かしてきたので、その時におそらく後ほど出てきますヒーターリターンパイプ、それが奥の方に押されてしまって、でウォーターポンプとの間にオーリングでは塞ぎきれない隙間ができて、そこから漏れてきてるんだと思いますが、前回どのくらいでしょう、1年半とかそのくらい前にその隙間をテフロンテープというもので、留めました。シャワーの配管とかの隙間を埋めるテープですね。ところでアンダーカバーにどっぷりと冷却水が漏れた跡があります。そしてその修理に使ったテフロンテープが熱などで劣化をして1年半ぐらい経った後、また漏れ始めてきてしまったと。根本的な解決にはならないんですが、それに似たような対策を今回もしたいと思います。より強力だと思われる隙間埋め素材を使って、半永久的にね、直ってくれればいいんですが、やっていきます。このドレーンプラグはプラスチック製なので、壊さないようにね、慎重に緩めたり締めたりやっていきます。エンジンオイルも同じですが、冷却水もね、運転した直後だとめちゃくちゃ熱いので、もう冷ましてからね、やるようにしてください。気をつけてください。僕はこれずっと停車してたので、もうキンキンに冷えてましたが。それではラジエーターの下から冷却水抜いてる間に、他のウォーターポンプにたどり着くまでのパーツを外していきます。
気がいいですね、このインテーク。このスロットルボディにつながるこのインテークの方は上下2つクランプで止まっています。両方ともマイナスドライバーで緩めることができます。2年くらい前に冷却水のフラッシングしたので、全然綺麗ですね。この容器が全部で5ガロン入りなので、どうでしょう、1ガロンぐらい抜けた感じでしょうか。4リットル近くここからラジエーターの下から取れました。それではさらにウォーターポンプへと旅を続けていきましょう。今これはウォーターポンプのプーリーの、ボルトを緩めていますが、ベルトを外した後ではもうプーリーがね空回りしてこの緩めることができないので、このベルトをかけた状態で軽く、緩めておきます。ドライブベルトを緩めるためにテンショナープーリーを動かしますが、星型のトルクスビットを差し込むところはここにございます。ウォーターポンプからクーラントホース外すときに冷却水がブワッとねいろいろかかってしまうので、あらかじめこのようにざっくりとですけどね、かかってほしくない補給類の上にカバーをしておきます。センサー類外しましたので、続いてクーラントホースを外していきます。結構、冷却水がこぼれることが予想されますので、受け皿をね置いときます。そして意外や意外、このパワーホースからはね全然こぼれませんでした。抜いたホースは邪魔になってしまうので、自転車の荷台とかをねくくりつけるあいったもので端っこに寄せておきます。こちらもほとんどこぼれない。先に冷却水ラジエーターの下から抜いといて正解でした。そして外したホース、こちら側はマイクロファイバータオルとこのクリップを使って端っこに寄せておきました。それでは漏れの具合見ていきましょう。このアングル、左側がエンジン、右側が車両前方です。今触っているところがウォーターポンプに刺さっているヒーターリターンパイプの付け根です。こうやってね、漏れてますよね。この漏れをなんとか直したい。もうちょくちょく冷却水足さないといけないというのと、いろんなプーリとかにね、冷却水が漏れてかかっているのも良くないので、なんとか今日直していきたいと思います。それではサーモスタットに3つボルトが刺さっていますが、それを今外しております。
はい、ここで冷却水ドバッと出ました。照明にね、ちょっとかかって焦ってますが、どうでしょう。500ミリぐらい出たと思います。それではこの下にあるホースも外します。はい、またアングル変わりまして、正面からエンジンルーム覗き込んでる感じです。ここのウォーターポンプのプーリーを外していきます。先ほど緩めましたので、このボルトすぐ外れるはずです。そして、はい、手がおぼつかない。このプーリーよく見ると3つしかボルトが止まっていません。本来4つあるんですが、以前修理をするときに頭を、飛ばしてしまいまして、この締め付けトルクボンミスで間違えてねじ切ってしまったと、この外せないでこのウォーターポンプのそのベアリングの周りに残ったボルトもこのタイミングで交換していきます。その外す動画はまた別で作っていきたいと思います。お楽しみに。あまり無理な力をかけすぎないように端っこに寄せておきます。はい、それではウォーターポンプからプーリー、センサー、ホース全部外れましたので、ウォーターポンプの本体を外していきます。5つボルトがあるんですが、下にある2つ、これがね、その2つのうち1つですが、これが本当に回しにくい。このね、レンチで前回回していましたが、なかなか届かなくて、苦労しました。正面からゆっくり下に降りていっていますが、先ほどのねボルトこれですね。そして一番最難関なのがこのクランクプーリーのハーモニックバランサーとも言ったりしますが、ここの後ろにちょうどあるんですよね。そのボルトが回せない。今ここにあります。もう完全に正面からはアプローチしようがない。もうこのクランクプーリー外せばいいんですけど、それも結構大事なので、横からレンチで前回やっていましたが、滑ってうまくいかないと。今回はメガネレンチで回すことにします。もう本当にこの細さというか、この工具ドンピシャなものがないとちょっと回せない感じです。割とやっぱりレンチよりは全然格段にね外しやすさは、向上しました。外しているところは、割愛しますが、もう本当手探りでやるしかなかったです。そして今映っているのは、ウォーターポンプのボルト5つのうち上3つ比較的外しやすい方ですね。このウォーターポンプを外すために下のハーモニックバランサー、クランクプーリーを外さなければいけないと、もうどこのサイト見ても書いてあるんですが、このようにメガネレンチを横から滑り込ませればクランクプーリー外さなくても交換することができます。ただ戻すときにトルク締めができないというそういうのデメリットはありますけどね。でも作業工程が大幅に減りますので、手締めでトルク管理ができるという強者の方は真似してみてください。はい、無事ウォーターポンプ外れました。ちなみに一番下のボルトはクランクプーリーがね邪魔になってウォーターポンプから外すことができません。緩めることだけしかできないです。なのでこのようにね落とさないようにウォーターポンプと一緒に引き上げます。はい、そして問題の漏れ箇所。こちら向かって左側の細いパイプですね。
こちらがヒーターリターンパイプ。そしてその周りにテフロンテープを巻きつけて、その、ウォーターポンプとの、ね、間を埋めていました。そしてほんの気持ちでオーリングもね、乗せてたり、していましたが、結局これは全く意味がなく、テフロンテープも当初半年以上持ったんですかね。1年持たないくらいで、もう劣化をして、その隙間から漏れてきてしまったという状態です。もうオーリングは熱でパキパキになっていました。はい、そしてこちらのテフロンテープも外していきます。ちなみにウォーターポンプの中にオーリングがもう備わっていまして、本来ならそこのオーリングとこのパイプがね、隙間を埋めて水が冷却水が漏れないんですけども、このパイプがエンジン向かって後方の方にね、押されていってしまっているんでしょうね。それでちゃんと隙間が埋まらず漏れているという感じです。パイプ自体変形してるとかそういうことはないんですかね。位置自体がね、後ろにシフトしてしまっているのだと思います。そして今回はこの2種類を使っていきたいと思います。左側が前回使ったテフロンテープの、高級版というんでしょうか。水に特化をしたもの。水専用のもの、気体専用とかいろいろあるんですが、こちら、冷却水液体ということで水専用のものを購入してみました。色はピンクで、前回使った白いテフロンテープよりは、若干強いのかな、そんな印象はありましたが、薄さはほとんど変わらずといったところです。そして、引っ張ったりすると、簡単に、避けてしまうので、そこまで耐久性という意味では、強くないのかな、高くないのかなと思います。ただ、白いテフロンテープよりは伸びがさらにあるので、前回よりはこれを使ったとしても長持ちするのかなと思います。そしてこちらがもう一つシリコンテープというもので、いろいろなものに使えるようです。温度も、低いところから高いところまで広範囲対応していまして、こちらにね、ずらっといろいろ書かれていますが、いろんなシーンで使える、便利なテープ。なんかこういうガムありましたよね、昔。ちっちゃい頃食べた記憶がありますが。はい。それでは少しだけこのガムを切って耐久性、どういった特徴なのか、素材なのかを見ていきたいと思います。もう手でこれ思いっきり引っ張っても、もう破れようがないぐらいめちゃくちゃ硬いです。これなら漏れに耐久性もあっていいのかも。そしてこれ特徴としてこのテープ同士がすごいつくんですよね。圧着すると不思議と他のものに対しては全然つかないんですが、テープ同士がつくというそういった特性があります。はい、実際に取り付けていきますが、このねパイプ自体は見てわかるように全然つきません。なのでぐるっと最低でも一周しないと止まってくれないという感じです。ただ先ほどのテフロンテープよりも格段に分厚いので、これが果たしてウォーターポンプとこのパイプの隙間に収まるのかどうかといったところです。はい。そして巻いてみましたが、ちょっと手前の方に段差ができてしまったので、いろいろね、はい、落としつつ貼り直してやっております。で、1周半くらいにしてみました。これでちょっと、入るかどうか確かめてみます。巻き付けすぎてもね、このウォーターポンプに入らなければ意味ないので、このくらいでやっていきましょう。はい、このような感じになりましたが、1周半巻きつけたところです。オーリングが言ってみたら筒状になってるイメージ、この面で冷却水の隙間が漏れてきてる、隙間を埋めることができるので、これは期待できるかもしれません。
それでは取り付けに際してちょっとね、洗剤を潤滑用に吹き付けまして取り付けていきます。はい、そしてウォーターポンプ、ここに1、2、3、この3つは取りやすいんですが、ここの下の2つ、これが取り外しにくい。そしてこの右側の方ですね、こちらはクランクプーリーが邪魔して、このウォーターポンプをつけてからでは差し込めないので、もう差し込んだ状態で一緒に戻していきます。この部分ですね。なので斜めから入れるような感じですね。はい。そしてこれはまた上からの、アングルですが、左上あたりに先ほど、シリコンテープを巻いたホース、こちらに、今押し込んでいるところです。こちらですね。割と分厚さはドンピシャな感じ。少しちょっと抵抗があって、ぐいぐいと押せば入るような、そんな感じなので、1周半ちょうどよかったのかもしれません。はい、ウォーターポンプのトルク締めもできましたので、一番下のね、ボルト以外ですけどね。はい。そして、それ以外のホース類とかセンサー類を戻していきます。はい、それではウォーターポンプのプーリーにはネジロック剤をつけていきます。そして先ほども触れましたが、このプーリー4つボルトがあるところ3つで頑張ってくれていました。この動画内では割愛しますが、ねじ切ってしまったボルトをなんとかグラインダーなどでね、取り外して4つ目のボルトも無事装着することができました。
はい、もう終わりも見えてきましたが、さあ、冷却水の漏れ、隙間埋まっているんでしょうか。もうね、またこれ漏れてたら、また全部ばらして、で、また別の方法で直さなければいけないということになりますが、治っていてほしい。マックスとミニマムの間まで溜まりましたら、続いてエア抜きをしていきます。エンジンをかけなければいけないんですが、すべて戻し終わったので、ここでバッテリーにつなぎまして、そしてエンジンをかけて、こちら X5 4.8 リッターのこの車両は電気式ではなく機械式のウォーターポンプを使っていますので、3リッターのモデルとは違うようです。ですので、4.8 リッターの方参考にしてみてください。まずエンジンをかけまして、そしてエアコンを暖房、そして最高温度にします。28度ですね。そして風量は最低、メモリが1のところにしておきます。これで5分ほどくらい回しますとエアが抜けていきます。そして今 4WD DSC センサーのエラーが出ましたが、バッテリーを外したので一旦リセットしなければいけません。ハンドルを回してそのリセット作業を行うんですけども、これカースロープに乗っているので下ろしてからやることにします。はい。そしてエアがこのようにね抜けているのが見えると思います。5分ほど回しましたら蓋をして、そしてまたもうしばらく回して、で順次様子を見て、そして近所を運転して確認していくといった感じです。そして全部組み終わって覗いているところですが、はい、見えますでしょうか。こちらこれエンジン回した後なので熱いですが、気をつけつつ、触ってます。この下、このウォーターポンプとパイプの付け根から漏れていましたが、いかがでしょう。はい、素晴らしい。はい、これ無事止まったようです。そして今編集している2ヶ月半経った現在も漏れが止まっている状態です。よかった。無事シリコンテープだけで漏れ直せました。1000円ぐらいで直せたことになります。修理屋さんに持ってったらこんなね小手先の直し方はしないと思います。でもヒーターにターンパイプほど交換すると相当な工数になってしまうので、この修理で2年ぐらい持ってくればいいんじゃないのかなと思います。またこのチャンネル内で経過報告していきたいと思います。久しぶりの動画になりました。ご視聴いただきありがとうございます。もう年を明けてしまいましたが、クリスマスの時期にバンクーバーのダウンタウンにあるクリスマスマーケットに行ってきました。思いがけず BMW のブースがあり、iX という、実車が展示されていました。電気自動車ということですね。時代は進んでますね。またこういうの中に乗る機会があったら見てみたいです。はい。それではまたお会いしましょう。近いうちにお会いしましょう。いつもありがとうございます。